今、ビットコインもイーサリアムも価格は弱く見えています。ですが、今日最初に結論を言います。本当の危機は価格ではありません。むしろ次の上昇に向けた準備が水面下で静かに進んでいます。こんにちは、ビットレード X 認定パートナーの桜井です。スライドの画像はビットレード X で5万ドル投資した場合の1日の収益になります。この場合、不労所得として月収で100万円を超えてくるので割といいのではないかなって思います。いいなって思われる方は定期的にビットレード X の事業説明ウェビナーこちら行っていますので、ぜひ一度ウェビナーに来られてみてください。詳細は概要欄をご覧ください。今日は今の暗号資産市場を見て不安になっている方にこそ聞いてほしいお話をしたいと思います。ビットコインは伸びない。イーサリアムも冴えない。XRP も思ったほど動かない。ニュースを見れば ETF から資金が流出した。年末で出来高が少ない。ブレイクアウトできない。そういった見出しが並んでいます。ですが、ここで一つ大事な問いがあります。価格が動かないっていうのは市場が壊れているからなのでしょうか？実は今の相場っていうのは過去の大きな上昇局面の直前ととてもよく似た特徴を持っています。今日はなぜ価格が上がらないのか、それでも市場の構造が崩れていない理由、そして2026年に向けて何を見ておくべきなのか、この3点をできるだけわかりやすく整理していきたいと思います。ではまずは事実から確認しましょう。今の暗号資産市場は数字だけを見ると確かに弱いです。ビットコイン、イーサリアムともに年末にかけて価格は下方向に押されています。背景にあるのはアメリカの現物 ETF からの資金流出です。そして年末特有の薄商いです。オプション市場を見ても短期トレーダーは上を追っていません。どちらかというと下に備える防御的なポジションが増えています。ここだけを見ると多くの人がこう思います。もう勢いは終わったのではないか。ブレイクアウトできないなら危ないのではないか。ではなぜこうなっているのか。背景を見ていきましょう。年末年始は暗号資産に限らず金融市場全体で参加者が減ります。機関投資家も個人投資家も積極的には動きません。さらに ETF を通じて入っていた短期資金は年末のポートフォリオ調整で一度引き上げられます。これは弱気っていうよりも季節要因です。つまり今の市場は売られている相場ではなくて動かされていない相場、この状態に近いと言えます。ではここで今日の中盤でお伝えしたい意外な事実があります。それは価格が弱いにもかかわらず需給はむしろ引き締まっているという点になります。まずビットコイン、金と比較したチャートを見ると面白い動きがあります。金が下落している一方でビットコインは大きく崩れていません。これはテクニカル的には強気のダイバージェンスって呼ばれる状態です。価格は目立って上がっていなくても構造的には力を貯めている。次にイーサリアムです。価格だけを見ると正直弱いです。ですがファンダメンタルズを見ると話が変わります。開発活動は落ちていません。スマートコントラクトの利用も実需も減っていません。そして長期保有者はむしろ売らずに持ち続けています。これは価格は下がっているが価値が下がっていないっていう状態なんです。そして XRP です。ここが特に重要です。XRP は価格よりもリッチリストを見る必要があります。これは保有分布のことです。取引所に置かれている XRP の量は減っています。つまり市場に出回る供給は減っている。一方で大口保有者が全体の供給を強く握っています。これは何を意味するのか。価格が動かないのは売りが少ないからでもあるんです。そして動き出した時は値幅が大きくなりやすい。これが今の市場で多くの人が見落としているポイントです。ではここまでを踏まえて分析に入ります。まず事実、価格は弱いです。
次に背景、年末の流動性の低下と短期資金の一時的な撤退。では、その影響は何か。一番の影響は、構造を見ずに判断をする人が増えるっていうことです。価格だけを見て怖くなって手放す。ですが、その裏で供給は市場から消えています。そして今後の展開です。こういう相場はじわじわ上がることは少ないです。動くときは、もうこんなとこまで来たのか、そう感じる動きになりやすい。特にビットコイン、イーサリアム、XRP は静かな時間が長いほどその反動が大きくなりやすい。だから今は上がらないからダメではなくって、どう備えるか、これを考える局面なんです。では今日の内容をまとめます。今の暗号資産市場は弱気相場ではありません。価格は弱い。しかし、需給、保有構造、実需、これは崩れていない。だからこそ、感情で動くのではなくって、構造を見る。これがこれからの相場で一番大事です。そして、こういった方向感のない相場では、正直、裁量トレードは一番難しいです。僕自身は全てを自分で判断するのではなく AI を使った運用も併用しています。ビットレード X を使っていますけれども、ビットレード X のようにイギリスの法人でアメリカの MSB の登録があり、第三者監査としてサーティックでも高評価を受けているサービスっていうのは一つの選択肢になってくると思います。AI デイリーや AI360D のように相場に張り付かずに運用できる仕組みや固い補填システム、そして僕自身のグループで始めることによって直接運営側に質問できる体制も整えています。これからは AI を使うか使わないかではなくってどう使うかの時代です。投資においても当然 AI を使った投資っていうのが今後主流になってきます。まずはその AI を使った投資としてのステーキング、これをね、体感してもらいたいなと思います。詳しい事業説明のウェビナーは概要欄に案内を置いていますので、興味のある方だけチェックをされてみてください。はい、ということで、相場はいつも静かな時間の後に大きく動きます。今は不安になる時期ではなくって、次のチャンスに備える時間です。焦らず構造を見て長い目で考える。皆さんと一緒に資産をね、もっともっと増やしていけたらと思います。はい、本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では、最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産の投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。